ここは日本埼玉県のあるところ、竹林の奥に鎮座する才の根道場では、今日も尺八の高みを目指す者たちが厳しい修行に明け暮れています。帯渚上永大輔登山流尺八師範への道。皆さんこんにちは、帯渚です。マスター鷹山です。はい、前回ですね、はい、メモリという話をしたんですけれども、脳みその中を複数のことを同時並行できるように一つのことで埋めないようにっていうね、気をつけましょうというところでやったんですけれども、今日はこんな心得でいきたいと思います。はい、どうぞ。2次元と3次元を極めるべし。何ですか？はい、結構これですね、大事なことだと思うんですね。今まだレッスンでは、ロツレチハという5つの音だけで演奏できる曲を吹いてもらってますけれど、この先どんなことをやっていっても実はこれ結構極意です。はい、何かというとですね、尺八を吹くときに普段考えることって、この歌口に対してどう息を当てるのか、どの角度で当てるのかとか、あとここをどれくらいどう塞ぐのか、角度がどうなってるかとか、そういうことを気にして普段吹くと思うんですけど、実は尺八を上手に吹くのってここだけの問題じゃないんですね。はい、大事なのはこの楽器全体を鳴らすこと、2次元に対して奥行き3次元も意識することってすごく大事になってきます。はい、3次元というのは楽器もそうなんですけど、自分の体の中もどうなっているか、ついつい歌口をめがけて吹いてると、っていう演奏になってしまいがちです。今蛍の光を吹いていたんですけれども、ここをめがけて吹くことだけをやっていると、どうしても音がかすれがちなんですね。本番前の緊張対策でもちょっとやりましたけれども、息が浅くなっちゃう、ここに当たってるだけじゃなかなか音にならないんです。大事なのはこの筒の中、筒の外もなんですけれども、いかに振動するか、振動する幅を増やすか。吹きつけるというよりは、この楽器全体を鳴らすという考え方の方が大事だと思うんですね。思いっきり楽器が鳴らせてる時ってこっちも響いてるんですよ。そんな感じします。ここから音が出てるだけじゃなくて、こっちも響いてるような音がする。はい、そんな意識が大事で、響きを奥まで届けるためには体の中も広く使えないといけないんですね。試しにちょっと音を吹いてもらおうと思います。おつの葉を吹いてみましょうか。いいですね。アドバイスする前に一回吹いてもらえばよかったなって思いました。今しっかり意識して、ここまでなんかすごく響いてる感じがします。これ例えばラジオで毎週吹いているハッピーバースデー、その意識ってちょっと一回吹いてみましょうか。楽譜がないといけないんです。私尺八、お待たせしました。では。いいですね、いいですね。いつものラジオのよりも上手にできた気がします。でもすごく良かったですね。このハッピーバースデーってロツレチハっていう5つの音以外も出てくるので、その音の出し方についてはまたちょっと改めてね、レッスンしていきたいと思うんですけれども、その基本のロツレチハの音に関してはすごく力の抜けたいい音で出ていて気持ちよかったです。どうしてもここにぶつけるっていつもイメージを持っちゃうと思うんですけど、
あんまり視点が近くならない方がいいですね。遠くを見て遠くに向かって音を響かせる。はい。野球で言えばどこに向かってヒットを打っていくか、ホームランを打っていくかみたいな、どこに向かってボールを飛ばしていくかっていうのと同じような意識で、尺八もどこに向かって音を飛ばしていくかっていう遠くを見る意識で、それって楽器全体をこう響かせていく、響きを作っていくっていう、ここだけに意識を集中させないっていうことがすごく大事になってくるんですね。出さなきゃ出さなきゃって思えば思うほどこの辺だけになっちゃいますね。そうなんです。近くしか見えなくなっちゃうんですよね。なので、なんか今調子が悪いな、音がかすれてるなとか、なんか力が入っちゃってるなって思う時には、2次元を極めることも大事なんですけれども、3次元を感じていく、はい、ぜひそんなイメージで尺八を吹いてみてください。はい、今日のお稽古はここまでじゃないや、まだありましたね。尺八ちょっとおさらいとしてもう一曲、吹いてもらいたいなと思います。はい。蛍の光、この曲もですね、ロツレチハ5つの音、プラスピっていう3オクターブ目がね、ありますけれど、それだけで吹くことができる曲なので、ぜひ管全体を鳴らすというイメージで吹いてみてください。なかなか音が高くて難しい曲だったと思いますが、いいですね。大丈夫ですか？はい、新しい多分その楽器全体を響かせるっていう意識で吹いてもらってたと思うんですけれど、今ちょっと面白かったのが、吹いてる間ずっと喉の奥でクッ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 、よく聞くと聞こえてたんですけれど、っていうのは多分指で音を切る以外に、はい、多分喉でも音を切ってたんだと思うんですね。今までそんなことやったことないと思うんですけど、意識が変わったからだと思うんですね。楽器の奥を意識するためにはやっぱり体の奥を使う必要が出てくるので、なので初めて喉を動かすっていうことをしたんだと、思うんですけど。いいってことですか？はい、尺八的にはですね、本当は一つの息で指だけで音をあしらえる方がいいので、今みたいに指で音を切っている時には喉は動かさない方がいいんですけれども、ただ体のその奥底に対してのこう芽生えというか、そのイメージがこう初めて掴んでもらえたんだなっていう今の瞬間があったので、はい、これはぜひちょっと修正しつつもちょっと伸ばして、わかりました。いきましょう。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。